ドローンで事故ってドローンと逃げたらダメだよ。こんにちは、こんばんは。みことときのときです。今日は国交省のドローンの許可申請のやり方を、今からしていきます。で、前まではメールでやり取りして、で、そのひな形に全部詳細を記入してドローンとかの情報で誰が操縦者かってやってたんですけど、今はネットで申請できますので、そのやり方です。で、用意するものは、ドローンの前からの写真と、あと操縦するプロポのちゃんとその目視外もできるような形のプロポと、映像が映し出されるようなものを用意しないといけないです。まあ iPhone やったら iPhone で見てはるんやったら iPhone のその写真ですねを用意しないといけないです。で、あとは、そのドローンの本体の製品番号、初めに言うとくと、一応ファントム4でしたらバッテリーを抜いた中に製品番号というか、QR コードの横に書いてるんですよ。それを用意するという形になります。ではやっていきます。ディップスで申請って入ってるんで、これで検索すると、一応 Google Chrome で検索してます。YouTube さんの運営者さん、Google Chrome を使用しています。で、そしたらこういう風な形でディップス専用 HP 国土交通省出てきますんで、クリックして、で、ここですね。こんな感じで。で、初めての方はこちらですね。で、同意するで、変えていくという形ですね。で、登録したら今度はログインしましょう。これですね。ちょっと下に行って、ここ。申請者 ID を入力して、で、パスワード。で、ログインしました。これ多分上からでいいと思います。無人航空機。まず、無人航空機情報の登録。ホームページ掲載無人航空機。
そうですね、有名な DJI 系かな。で、あと、パロットやったっけ系のやつやったら、あれ、記載してたと思うんで、まあ、DJI やったら大丈夫です。いっぱい、ここに書いてますね。DJI トップ、ヤマハ、エンルート、DJI、3D。これですわ。パロットはないんか。ホームページ掲載って国交省のホームページの掲載ですわ。で、無人の航空機で、だいたいDJI やったら大丈夫です。で、他は、これ、感じですね。多分ヤマフとか多分あれちゃうかな、産業ちゃうかな。そんな感じですね。とりあえず、DJI。で、検索。で、僕はファントム4アドバンスなんですけど、なんか出てけへんね。英語でやった方がいいかな。来た。やばい、英語ですわ。あれプラスって何よ。最大離陸重量 1.5kg。そうなんや。で、僕はファントム4アドバンスなんで、8番ですね。これを選択。で、機体の種類、回転翼航空機やって、で、製造番号ですね。製造番号を入力して、で、自作機ですか、いいえ。何も手出してなかったらもう、何も触ってなかったら、触ってないというか、いじくってなかったら、本体をね、改造してなかったら、本体を改造してなかったらもう、自作でいいえ、改造はしてますか、いいえ。高性能への影響はありますか、いいえ。こうさせる方法へのありますか、いいえ。で、次へ進むと。で、こんな感じですね。登録している機体の一覧です。機体情報は申請書を作成する際の必要になります。これでもう登録したっていう形ですね。多分。で、戻ります。で、あと操縦者情報の登録変更ですね。をやっていきます。で、なんか新規作成で、HP 掲載団体技能認証なしありとかあって、まあ、要はその団体さんがいてて、商売ですわ。で、なんかそこになんか認証が、そこの講習を受けたりとかしたら認証がついたりするので、まあ、とりあえず、僕はそんな認証ないので、なしでやります。で、入力していくという形ですね。関係ないですよ。で、10時間以上の飛行履歴を有していますか？はい。これね、10時間以上の飛行で、安全に飛行するために必要な知識を有していますか？はい。有していなかったら危ないですよね。で、安全に飛行するために必
で総時間を調べて入力しました。であとはこれですね、機体のあとは機体の選択でさっきのやつですね、さっきのやつが出てきますんで、これでいいかな、機体の追加で、ほんならここに出てくる。で、通す。で、これで登録すると。操縦者情報が登録されました。登録した操縦者情報は申請書を作成する際に利用します。OK。で、これで登録しましたと。で、メニューへ行って、で、申請書を作成していきます。一応初めての方やったら、これですね。申請書の作成でやっていきます。で、業務ですね。まあ、これはもうここで変わるんで、まあ、ご自身の任意のところにチェックを入れてください。で、僕は空撮で、もう報道手段入れといたんで、環境調査も入れといた。設備メンテ、インフラ点検、事故、災害対応、自然観測。こんな感じかな。で、これね、趣味でされるんは、あれですわ。年間は無理です。みたいです。なんか場所を特定して、その場所しか、年間はいけるんか。年間はいけるかもわかんないですけど、いや、どう言ったらいいの？趣味はね、すごい難しいです。なんか、特定した場所しか無理で、しかも地図を用意しないといけないんで、まあ Google マップからなんか引いてきたらいいとは思うんですけど、なかなか趣味は難しいですね。結構申請は。だから多分ね、だいぶ嫌がったんちゃうかな。ようわかんないですけど。まあ、とりあえず趣味はもうチェック入れる。どうせ僕 YouTube とか、そんな、あれですわ。仕事とかで使うので。あと、ほんで、禁止されている次の空域を飛行するため、人、かやの密集地域の上空、チェック入れて、で、飛行理由ですね。は、飛行の目的と同じでいいです。訓練はこっちですけどね。地表水面から150メーター以上の高さの区域は僕はチェックは入れないです。チェックを入れる人はその上はやりはるんかもわかんないですけど、これは基本的に後々ややこしくなります。その空港の許可とか、あと150になったらやっぱしね、飛行機が飛んでるんですよね、普通の。で、当たったりしたらえらいことになるんで、これはもう基本的にやめといた方がいいです。逆に。もうなんか仕事とかやったらもう仕方がないとは思うんですけど。で、あと、航空周辺もチェックは抜きます。で、なんでか言ったらこれもなんか調整期間名とか入れないといけないので、ややこしいです。最大コードを入力してください。まあこれはだから関係なくなってきますね。調整なしの記載してくださいということで、これを調整なしと入れます。これ重要で、次は、人人物からの 30m 未満の距離、どうしても人口密集地、まあ、DID 地区ですね、要するになってくると 30m 未満が出てくると思うのでチェックを入れます。
で、飛行の目的と同じで飛行理由は。で、これは途中で変わったんですよ。去年から、催し物上空の飛行は、イベントごとに、申請をしなければいけないんで、これはチェックを外します。次に夜間の飛行やりたいです。で、飛行の目的と同じで。で、目視外での飛行もチェックします。なんでか言ったらもう近場でしか、目視内やったら近場でしか無理なんで、もう100メーターとか行ったらもう全然見えへんようになってくるので、もうちょい行ったらまだ見えるか100メーター。まあ100メーター、150。で、これは FPV やモニター監視により飛行する必要があるためという形ですね。で、危険物の輸送はしないです。で、物件投下も私はしないです。まあ、農薬散布とかされる方とか、あと何らかの仕事のあれとかはチェック入れはるんですけど、私は基本的にはしないです。空撮もないんで。で、年間通じて飛行しますか？はいで。飛行する期間を、入力してくださいと。ダメ出しがあったらもっと長くなってくる。だいたいまあ1ヶ月前後ぐらいかかってくるんで、余裕を持って申請しないといけないです。で、飛行する場所はどこですか？特定の場所、経路へ飛行しないですね。これでチェックを入れて、で、進みます。で、飛行が想定される範囲はどこですか？日本全国チェックが入っています。飛行するための条件、安全面の配慮ですね。これをちょっとコピペ。プロペラガードを装備するか、プロペラガードなどを装備していないが、飛行の際は、飛行経路を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち上がらないように注意喚起を行うと。チェックを入れる。で、あと申請先はどこですか？大阪空港で。次です。機体を入力してくださいっていうのをチェック入れて、まずで、機体の追加がこうやって入りますんで、追加記入。これですね。で、まあ、普通やったらこれか、これか。なんですが、僕は一応その他で両方いけるようにしておきます。プロペラガードを装備するか、プロペラガードを装備していないが、飛行の際は両方いけるようにしておきます。で、ここ、乱表して、これでいいか。自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラにそう監視できること。メーカー紙の装備して、機体に設置されたカメラになるのに機体の外の様子を監視できる自動操縦システムを装備していないが、補助者が常に飛行状況や周囲の状況を監視し、で、これがおそらくこので地上において無人航空機の無人航空機の位置及び異常のありも把握できること、プロップの画面において機体の位置及び異常のありもを把握できる。はい。これもだからこれでいいと思います。本間さん、空中で位置を維持する電波車での不具合発生時に危機回避自動帰還機能ですね。生存動作する
そうですね。ロールする。で、これで登録したらいいと思います。登録する。で、これで期間は OK。で、操縦士。私ですね。で、自分を選択して、追加。今ここに出てきますんで、であとは、基準に適合しない項目がある場合には、下記に代表的な安全対策を行う。これはまあ別に関係ないんで、登録。で、使用する飛行マニュアルを選択してください。ここで、空港、行かれんか。これですね。これでいいですわ。で、この航空局標準マニュアルを使用すると。で、8番は、これは、他のマニュアルなんで、これで次へ進むと。で、保険会社名、僕の場合は、あれですわ。で、一応入れました。保険会社名と、で、商品名、で、保証金額。で、あとは10番、緊急連絡先ですね。で、受け取る許可証の形式を選択してください。紙の許可証やったら多分ね、お金いると思うんですよ。あれ、封筒とかもいるんで。電子許可証でいいと思うんで、電子許可証で。これはもうこれで OK かな。で、あとは次へ進むで、こんな感じでできましたと。で、申請書の内容は間違いありませんかと。で、間違いありません。ここにチェックを入れると。で、申請。申請を受け付けました。審査状況などはメニュー画面の申請書一覧より確認してくださいと。これで OK です。これ OK。なら、ここですね。で、一応ようやく審査終了の通知が来ました。一応ですね、電子申請をしたんが、3月の1日なんですよ。で、このメールが審査終了通知のメールが来たんが、3月の20日20ですね。だいたい19日間待ちました。だから結構待つんで、あれおかしいなって思うかもわかんないですけど、結構ね3週間ぐらい、要するに待ってますんで、時間は結構かかります。で、一応今回は私は、前もちょっと説明したと思うんですけど、電子許可証なんで、一応もし紙の許可証をするんでしたら、ここのなんかリンクにご自身の、各局ですね、担当された局に提出しないといけないんですよ。で、なんか返信封筒とかね、結構ちょいちょい安いですけどお金はかかるんで、僕は別にそんな紙の申請書なんかあんまりいらないんで、電子許可証でやりますんで、
そっちやったら別にお金いらないので、一応証拠になるという形になってきますね。でとりあえず審査終了通知が来て、基本的には別に訂正もなく大丈夫でした。なんかね、この間にもし確かね訂正があるんでしたら言ってくるんですよ。でここを訂正してほしいみたいな形で指導されるんで、それをまあ訂正していってみたいな形で最後こういう形になると思います。で、一応とりあえず確認のために、いきますね。こっちの、DIPS ですね。DIPS のサイトへ行きます。で、ここですね。ちょっと下行ってログインして、申請者 ID とパスワードを入れてください。で中に行きました。で一応この中の確認は申請書一覧ですね。申請書一覧をクリックして、ここにこれですね、ここにありますんで、審査終了と。これはまあ以前のあれなんで、これは関係ないです。こっちですね。でまあこんな感じで、審査終了しましたよっていう形ですね。でこう思ったんですけど、記載追加もできるんですね。多分この補正内容を書くもし修正があるんやったらここでなると思いますんで、一番下に許可証のダウンロードがあるんで、これで、保存すると。そしたらこんな感じで、許可証が PDF でダウンロードできます。これで証拠になるという形で保存してもらって、だいたいもうこんな感じかな。およそだから3週間ほどかかりましたんで、だからとりあえず余裕を持って申請された方がいいと思います。以上、猫と時の時でした。グッドおよびチャンネル登録よろしくお願いします。